車で Fire TV スティックが使える。このアイテムなんか見たことあるけど、また機能が追加されたらしい。そしてバレンタインデーセールがお得みたいだよ。めちゃくちゃ人気の HDMI ポート増設のやつ、また新機能が追加されたらしい。どれ見てみよう。いやあ、皆さんこんにちは、七草です。早速ですが、今日の製品はこちら。あれ？これなんか見たことあるな。そうです。めちゃくちゃ人気なあのアイテムに新たな機能が加わって新登場。その名もオッドキャストの CarTV Mate Max とね、マックスとなって新登場しました。先にお伝えしておきますが、最後の方にオッドキャストのセール情報とこの動画を見た方のみ使えるクーポンがありますので、よかったら最後まで見ていってください。すんごいお得です。はい。ということで、以前こちらの動画で紹介したCarTV Mate Pro、こちらは MAX ではなくプロなんですが、この製品もまあ便利でめちゃくちゃ人気なアイテムなんですが、これらの製品は何ができるかと言いますと、車の USB ポートに接続するだけで簡単に HDMI ポートを増設できてしまうというアイテムなんです。例えば Fire TV スティックを使えばナビ画面で YouTube や Netflix、プライムビデオ等を見ることができるんです。そしてこの製品の強みは走行中でも見ることができるんです。もちろんキャンセラーはいりません。運転手はもちろん注視してはいけませんが、同乗者やお子様にとってはもうたまらないアイテムなんです。CarTV Mate Pro の機能はもう一つあって、ワイヤレスカープレイに対応しているということです。なので CarTV Mate Pro は走行中に視聴可能な HDMI ポートを増設できて、ワイヤレスカープレイも使えるというアイテムです。あと有線でのミラーリングができます。つまりこういうこと。HDMI の入力ポートを追加できて、有線でのミラーリングもできて、ワイヤレスカープレイも使えるというアイテムです。はい。そして今回の製品 CarTV Mate Max なんですが、今話した CarTV Mate Pro の機能は全て持っています。そして Android スマホユーザーには嬉しい機能が追加されました。それがワイヤレスカープレイだけではなく、ワイヤレス Android Auto にも対応しました。つまり CarTV Mate Max はこういうことです。HDMI の入力ポートを追加できて、有線でのミラーリングができて、ワイヤレスカープレイにも対応していて、さらに今回ワイヤレスAndroid Auto にも対応しました。はい。新たに追加されたのはワイヤレス Android Auto が使えるようになったということです。あとね、この後説明しますが、起動した際のホーム画面を選べるようになりました。起動したら HDMI 画面を表示するか、起動したら CarPlay か Android Auto 画面を表示するかを選べます。はい。CarTV Mate Max って何ができるのっていうのをまとめますと、 HDMI ポートを簡単に増設。簡単にってどういうこと？はい。キャンセラー不要、つまり工事が不要です。車の USB ポートに接続するだけ。そして走行中でも接続デバイスの動画が見れる。ゲームもできるよ。便利便利。有線でのミラーリングもできます。対応しているスマホであればナビ画面に映すことができます。さらにワイヤレスカープレイに対応しています。ここまでは CarTV Mate Pro も一緒です。はい。そして CarTV Mate Max になって追加された機能がワイヤレス Android Auto にも対応しました。これ今までは iPhone ユーザーのワイヤレスカープレイにしか対応していませんでしたが、 Android スマホユーザーでも同じようにワイヤレスで Android Auto が使えるようになりました。ここが Pro と Max の違いです。なので iPhone しか接続しないよって方は Pro で十分で、 Android スマホの方は Max の恩恵がありますね。または iPhone ユーザーでも周りの方が Android スマホを使っていて接続する可能性がある場合、あとは便利だなと思ったのは起動時の画面を選択できるようになったことです。これだけで Max を選ぶ価値はあるかも。プロもファームのアップデートでこの機能追加されるかなと思いましたが、2025年2月現在ファームを最新にしてもプロではこの機能を追加されていませんでした。CarTV Mate Max が使える前提条件ですが、2016年以降の車両で純正ナビが有線でのカープレイに対応している車種、こちらが前提条件になります。有線でのカープレイを経由して起動する製品ということですね。その中でも一部の車種では使えないものもあるみたいなので、購入する前にご自身の車種が対応しているものなのかをよく調べてからご購入の検討をしてください。はい、開封しました。これで全てです。一つずつ見ていきましょう。
こちらが本体カー TV メイトプロと見た目は全く同じですね。手前側面左側に HDMI の入力ポートが1つ、右側には USB-A の充電ポートが1つ。ここの USB-A ポート、以前はホームページ上に USB のアップデート用のポートとして使ってくださいとの記載があったり、電源や充電ポートとして使える記載があったりで、どっちなんだいというコメントをいただいたりしておりましたが、今回こちらの USB-A ポートは充電または電源として使える旨が記載されております。なので後ほど Fire TV スティックを使いますが、こちらから電源を取ります。本体から直接ケーブルが伸びています。ここは取り外せません。ケーブルの先は USB-A ですが、このように USB-C に変換するアダプターもついています。なので USB-A、USB-C どちらにも対応しています。車の通信ポートに接続してください。車の USB ポートが充電のみ対応しているポートでは使えませんからね。必ず通信対応の USB ポートに接続してください。ケーブルは60センチぐらいでした。背面はこんな感じ。MAX の表記がないのでプロとの違いが分かりにくいですね。もう本当に MAX とプロ見た目は一緒。あとは取扱説明書です。厚さはこれぐらい。ビヨーンと開いてパッと開けるタイプ。MAX とプロを比較してみましょうか。左手に持っているのが MAX で、こちら右手がプロです。全く同じ。見分けがつきません。裏にもね MAX とかプロの表記はないんですよ。どちらも TV メイトカーアダプターと書いてあります。モデル名も一緒ですね。違い1箇所発見しました。このパーツナンバーですね。ここの下2桁がプロは C3、マックスの下2桁は C4 となっています。それ以外は本当に全く一緒ですね。これ目印つけとかないとどっちかわからないね。そんなカー TV メイト MAX ですが、おすすめの使い方はやはりこれ Amazon の Fire TV スティックです。これを接続すればご自宅でテレビに接続すると同様、ナビ画面で Fire TV スティックが使えるんです。カー TV メイト MAX の HDMI ポートに Fire TV スティックを接続します。これだけでは Fire TV スティックの電源が取れないので電源ケーブルを接続する必要があるんですが、カー TV メイト MAX に USB-A ポートがあるので電源もここから取れる。この中で完結できるのがいいですね。まさに Fire TV スティックのためのものみたいです。それじゃあ車内で使っていきましょう。はい、車内にやってまいりました。カー TV メイト MAX 使っていきましょう。現在車はシステムオン状態です。エンジンがかかっている状態だと思ってください。七草のアウトランダーは USB-A ポート、USB-C ポート、どちらも通信ポートですが、今回は変換アダプターを使って USB-C ポートで試していきます。車に接続したら本体のランプが赤く点灯します。これは通電状態です。その後青点滅に変わりました。この時のナビ画面を見てみましょう。車に接続したらこのような画面に切り替わります。この画面に切り替わればあなたの車でこの製品は使えます。これがホーム画面なんですが、右側に HDMI のアイコンと左側には CP すら AA とありますが、これはカープレイと Android Auto の略です。で、右下には現在のバージョンが記載されています。左下に設定ボタンがありますね。これが増えましたね。そして左上には戻るボタンがあります。はい。そしたらこのまま使えはするんですが、七草はいつも念のため最初に現在のシステムバージョンが最新化を確認します。不具合が解消されたり、新たな機能が追加されたり、どんどんバージョンは上がっていきますからね。で、こちらの動画でも実際にアップデートした様子を載せていますが、アップデートがうまくいきません。もう少し詳しく教えてくださいというコメントがありましたので、今からね、実際にまたやってみます。七草は iPhone ユーザーなので iPhone で試します。まず設定から Wi-Fi を開いて Wi-Fi をオンの状態にします。で、この中からカー TV メイト MAX の電波を探します。電波名はオート-なんちゃらです。なんちゃらの部分はみんなそれぞれ違うのですが、七草は BE4C となってますね。電波名をあらかじめ知りたい場合はこちらのボタンを押すとナビ画面でも確認できます。これと同じ電波名をスマホから探して接続します。はい、初回接続時はパスワードを聞かれますので8を8つ入力してください。88888888です。入力できたら接続を押します。これで iPhone とカー TV メイト MAX の Wi-Fi が接続できました。この状態でブラウザを開きます。ここではサファリを開きますが Google Chrome でも大丈夫です。検索窓に 192.168.1.101 と入力して検索します。
そうするとこのようなページが開きます。必ず CarTV Mate Max の Wi-Fi に接続した状態で検索してくださいね。上の方にシステムバージョンが表示されています。下の方にオンラインアップデートの欄があります。ここにお使いのソフトウェアは最新ですと記載がありました。はい、この CarTV Mate Max のソフトウェアは最新バージョンでした。なのでアップデートする必要はありませんでしたね。ホーム画面の右下のバージョンとスマホから接続した Web のバージョンが一緒になっています。ナビ画面に表示されていたバージョンは現在のところ最新でした。なんか取りごたえがないので CarTV Mate Pro の方も見てみましょうか。はい、こちらが CarTV Mate Pro です。一世代前のものです。こちらも新しいバージョンが出ているか確認していきます。車に接続すると赤点滅のち青点滅となってホーム画面が表示されます。CarTV Mate Pro のホーム画面は左側に CarPlay しかありません。こちらの現在のバージョンは24年の9月11日のバージョンのものが当たっています。同じ手順で接続していきます。まずは Wi-Fi をオンにしてその中からオートなんちゃらに接続します。オートの後の4桁を知りたい場合は CarPlay を押すとここに電波名が表示されています。それと同じ電波名に接続します。パスワードを聞かれた場合は8を8つ入力してください。はい、そしたら CarTV Mate Pro の Wi-Fi に接続できました。ここでインターネット未接続と出ていますが、インターネットの Wi-Fi に接続したのではなくて CarTV Mate Pro の電波に接続したのでこの状態で OK です。そしたらブラウザの検索窓でこの通り 192.168.1.101 と入力して検索してください。そうすると CarTV Mate Pro に接続できました。一番上には現在のバージョンが表示されています。下の方に行くとオンラインアップデートとあります。新しいバージョンが利用可能ですと表示されていますね。2024年12月6日のバージョンが新しく出ているみたいです。現在のバージョンは2024年9月11日、新しいバージョンは2024年12月6日。アップデートボタンを押してアップデートします。ゲージが進み始めました。アップデート中はライトが赤青に高速点滅します。72% まで進んだら止まりましたね。ナビ画面も純正ナビの画面に戻って起動していない様子です。なんか踏ん詰まったなと思ったらもう一回やりましょう。もう一度 Wi-Fi をつなぎ直して再度アップデートを押したらランプが赤青にまた点滅し始めました。これが正常にアップデートが走っている様子です。しばらく待っていたらアップデートが無事完了したようです。15分ぐらいかかったかな。更新するとウェブ上もナビ画面上もどちらも2024年12月6日のバージョンになりました。これでシステムのアップデートは完了です。CarTV Mate Pro も Max もやり方は同じです。それじゃあプロは一旦置いておいて Max の詳細を見ていきましょう。はい、こちらが CarTV Mate Max のホーム画面です。画面左下の設定ボタンを押すとデフォルトセットアップの画面に入りました。この設定画面は CarTV Mate Max が起動した時にどの画面を開くかを選択できるようになりました。一旦ホーム画面に戻ります。最初の画面は HDMI か CarPlay または Android Auto、 このどちらかを選択して好きな方を表示させる操作方法なんですが、これはデフォルトセットアップで一番右のノーンが選択されているからです。こうすると見えますね。ノーンが選択されていると起動した時の画面はこのどちらかを選択する画面です。次に一番左の CP すら AA とありますが、これは CarPlay もしくは Android Auto のことで、これを選択しておくと CarTV Mate Max が起動した際に最初から CarPlay もしくは Android Auto の画面を表示させることができます。デフォルトセットアップで真ん中の HDMI を選択しておくと CarTV Mate Max を接続して起動した際に最初から HDMI 画面を表示させることができます。この起動時の表示の設定ができるようになったことによって一回画面をタップする手間が省けるようになりました。これはね、よく使う方をデフォルトセットアップで設定しといた方がいいと思います。七草は Fire TV スティックを使うので HDMI を選択しておこうと思います。それでは一旦初期画面に戻りまして使い方を見ていきます。右側に HDMI のアイコンがあります。ボケちゃった。これは CarTV Mate Max の HDMI ポートに接続したデバイスを映すことができます。表示できる端子は HDMI だけです。右側の USB-A ポートに USB メモリをつないでも保存した動画は見れませんからね。ナビ画面に映すには映したいデバイスを HDMI ポートに接続してください。左側です。例えば Fire TV スティックや Nintendo Switch などのゲーム、 HDMI 対応の DVD プレイヤー、 HDMI 対応の地デジチューナーなど使いたいものを HDMI ポートに接続してください。そのため CarTV Mate Max 単体では動画などを見ることはできませんからね。単体ですとワイヤレス CarPlay やワイヤレス Android Auto のみが使えます。七草が有意義に使ってるのはやっぱりこれ
Amazon の Fire TV スティック。これがあるだけで車内が劇的に変わります。ナビ画面で家のテレビと同じように Fire TV スティックが使えますからね。Fire TV スティックを HDMI ポートにつないで、電源を車か CarTV Mate Max の USB-A ポートから取ります。これで OK。今こんな感じです。Fire TV スティックをつなぐ場合は必ず USB-A 側の電源も取ってくださいね。電源を取らないともちろん Fire TV スティック使えませんからね。はい、今 HDMI ポートに接続しています。この状態でナビ画面の HDMI をタップするとFire TV スティックのホーム画面が表示されます。Fire TV スティックは基本的にリモコンで操作します。このリモコンは音声検索もできるので使いやすいリモコンです。ちょっと待て、今この画面普通に映っていますが、初回はいきなりは映りません。初回はまず画面の指示に従って進んでいってください。最初リモコンを認識させる必要があったり、Fire TV スティックをインターネットに接続する必要があります。リモコンは画面の指示に従って認識させればいいんですが、インターネット接続はどこからやるのと言ったらここです。インターネットにつながっていない場合はこのようなアイコンマークとかは出なくて枠組みだけ表示されたりするので、リモコンで一番右の歯車マークに合わせてください。そして下の方に行くとこんな感じでずれます。そのまま右に行ってここにネットワークとあります。ここをリモコンで選択して進むと周辺に飛んでいる Wi-Fi の電波名が表示されます。スマホの Wi-Fi 画面とイメージは一緒ですね。はい、七草は社内 Wi-Fi を契約していますので今こちら接続済みとなっていますが、初回はご自身の電波名を選択後パスワードを入力してください。ご自身のパスワードです。ここのインターネットの接続方法は人それぞれですが、社内 Wi-Fi の他にもスマホの電波を共有するテザリングやポケット Wi-Fi でも接続できます。ただ直接 SIM カードを挿すことはできないので SIM カードは使えません。今この Fire TV スティックをインターネットに接続した状態です。インターネットにつながればこの通り画面やアイコンが綺麗に表示されます。ここまで設定できればあとはもう楽しみが広がります。まず YouTube から見ていきましょう。車のナビ画面で YouTube を見ることができます。Fire TV スティックなのでタッチ操作では動きません。すべて専用のリモコンで操作します。Fire TV スティックのリモコンは操作しやすいですよ。リモコンだと検索するときこうやって打たなきゃいけないからめんどくさいなと思うじゃないですか。大丈夫です。音声検索ができるので打ち込む必要がありません。スタジオ七草。こんな感じにね。はい。以前紹介した CarTV Mate Pro の動画少し見てみましょう。こんな感じで YouTube が車で見れます。冒頭でもお話ししましたが、もちろん走行中でも見ることができますからね。キャンセラーもいりません。運転手は注視しちゃダメだぞ。でね、アウトランダーで試したんですが、音声ボタン、リモコンの音声ボタンは効きませんでした。これは CarTV Mate Pro でも一緒です。ナビの音量はそれぞれの車の音量の上げ下げ方法で試してください。アウトランダーはステアリングの音量上下ボタン使えました。モザイク処理が面倒なんで今七草の動画を映していますが、もちろん好きなチャンネル好きな動画を見ることができますからね。続いてプライムビデオを見ていきましょう。画面からの選択でもいけますが、今のリモコンはワンタッチでも飛べます。七草はプライム会員になっているのでプライムビデオを見ますが、Netflix や Unext、Hulu などそれぞれの動画サービスが見れますからね。一つ見ていきましょう。車内で映画も見れるなんて有意義な時間なんでしょう。好きな映画、好きなドラマ、好きなアニメ、同乗者やお子様は嬉しいですよね。運転手は注視しちゃダメだぞ。長旅などのロングドライブにぴったりです。目的地まであっという間。ちなみにこれ七草の中でプリズンブレイクが再ブレイク中です。よかったら見てね。こんな感じで自由に動画を見ることができます。もちろんプライムビデオも走行中見ることができます。ちなみにプリズンブレイクのティーバックの声優さんはこのセルと同じ声優さんです。何言ってるとっつぁんボーイよ。あとね、やはり動画より音楽を聴きたいんだっていう方もいると思います。例えば Amazon Music を見てみましょう。何がいいかな。2000年代 J-POP 聴いてみましょう。はい、このように音楽も聴くことができるんですが、なんとね、歌詞も表示されるんですよ。なので車でカラオケ感覚が味わえるんですね。これはね、動画より音楽派という方にも面白いと思います。よかったらぜひ歌ってみてください。
続いてワイヤレスカープレイも使えるということを見ていきます。ワイヤレス Android Auto もこの後に見ていきます。左のアイコンをタップするとここに電波名が表示されます。スマホの Wi-Fi をオンにしたら今度は Bluetooth を開いてナビに表示されている電波名オート-なんちゃら、これと同じ電波名を探してタップします。そうするとこのようにペアリングの要求がされますのでペアリングを押します。連絡先を車と同期したい場合は許可を押します。今回は一旦ここスルーします。はい、今ナビにスマホの名前が表示されました。文字化けしていますがスマホと CarTV Mate Max がつながったことになります。流れとしては Bluetooth でペアリングできたら自動的に Wi-Fi に切り替わります。なので iPhone の Wi-Fi は必ずオンにしといてくださいね。はい、接続できると自動的にナビ画面が CarPlay に切り替わります。これがワイヤレス CarPlay です。 CarPlay をよく使うという方はワイヤレスで CarPlay が使えるようになるのは便利ですね。で CarPlay の画面から元の画面に戻るにはどうしたらいいんですかというコメントがよくあるんですが、これは車によって違うんですが、ほぼほぼ CarPlay 上のアイコンのどこかにホーム画面に戻るアイコンがあります。七草の場合は1ページめくってここに家のマークホームのアイコンがあります。このアイコンを押すだけでホーム画面に戻ります。CarPlay から抜けるというイメージですね。ホーム画面に戻りましたが CarPlay の接続中はここに色がつくみたいですね。このアイコンをもう一度押せば CarPlay にまた戻ります。今ね、七草はここホームのアイコンでしたが、これが車によってはトヨタのマークだったりホンダのマークだったり何かホームに戻るアイコンがあるはずなので探してみてください。もしなかったらナビ自体の現在地やメニューの物理ボタンで戻ってみてください。続きまして新たに追加された機能です。ワイヤレス Android Auto も使えるようになりました。Android スマホの Wi-Fi をオンにした状態で Bluetooth もオンにします。ホーム画面から左側のアイコンをタップして電波名を確認します。 Bluetooth の電波名から同じ電波名を探します。オート-なんちゃらです。はい、ペアリング画面が出てきましたのでここでペアリングを押します。連絡先と通話履歴を同期したい方はここにチェックを入れても構いません。はい、ペアリングを押します。はい、そしたらナビ画面に Android スマホの名前も表示されました。今ね、ナビ画面にペアリングしている端末2台表示されていますが、先ほどワイヤレス CarPlay でペアリングした iPhone と今ペアリングした Android スマホが表示されています。はい、接続できるとこのような画面に切り替わります。スマホがこのような画面になりましたので続行を押します。するとこのようにワイヤレスでの Android Auto 画面になりました。右下のメニューボタンを押すとアイコン一覧が表示されます。Android Auto もワイヤレスで使えています。Android Auto からホーム画面に戻りたい場合は、この場合ですが左上に終了というアイコンがあります。ここを押せばホーム画面に戻ることができます。ワイヤレス Android Auto はこんな感じでした。はい、次に有線でのミラーリングを見ていきましょう。片方は HDMI で片方は USB-C のケーブルがあります。HDMI ポートに接続して対向側をスマホに接続します。ロックを解除しました。あれ、映りません。2つの Android スマホで試してみたんですが、ちょっとね、七草が持っている2つの Android スマホでは HDMI の出力に対応していないみたいなので映すことができませんでした。なので HDMI の出力に対応しているスマホである必要があります。七草は iPhone をメインに使っているので iPhone でも試したいんですが、これ iPhone14 なんでライトニング端子なんですよ。今持っている HDMI ケーブルの対向側は USB-C のものしかないので iPhone では試せておりません。手持ちのものでは試すことができませんでしたが、有線ミラーリングもできるということでした。はい、今 HDMI 画面を映していますが、この画面から CarPlay や Android Auto に切り替えたい場合、一旦ね、画面をタップすると左上に矢印が出てきます。戻るボタンの矢印です。これを押すとホーム画面に戻ることができるので、 CarPlay や Android Auto に切り替えたい場合はここで左のアイコンをタップしてください。こんな感じで切り替えられます。購入前の注意点をお話ししていきます。まず前提条件でもお話ししていますが、対応していない車があるということです。基本的には2016年以降の車両で純正のナビや純正のディスプレイオーディオで有線でのカープレイが使用できる車種となります。先ほど CarTV Mate Max は新機能でワイヤレス Android Auto にも対応しましたとお話ししてきましたが、それは起動した上での機能のことであって、まず車が有線でのカープレイに対応していないと起動できません。有線カープレイに対応していても一部の車種では使えない車もあるみたいなので、ご自身の車が使えるかをよく調べてからご検討お願いします。2つ目ですが AI ボックスではありません。よくオッドキャスト P3 より安いとか比べられるんですが、この2つを比べるのは全然違うものなので注意してください。
P3 などの AI ボックスは純正ナビをスマホ化できるアイテムで、スマホのアプリをそのまま使えます。 Android スマホのね AI ボックス単体でいろいろなことができます。で、今回の CarTV Mate Max はそもそも走行中でも視聴可能な HDMI ポートを簡単に増設できるアイテムで、単体で YouTube や動画サービスを視聴できるアイテムではございません。動画内で紹介したように Fire TV スティックなどをこの製品に接続することで動画を視聴できるようになります。もう本当に HDMI ポートの製品という感じですね。何かをつないで使ってくださいというアイテムです。初代 CarTV Mate はこのようなアイテムでした。そこにワイヤレスカープレイが使えるようになった CarTV Mate Pro が発売されて、さらにその後ワイヤレス Android Auto も使えるようになった CarTV Mate Max が発売されました。それが今回の製品です。以上、購入前の注意点でした。それではお得な情報、視聴者限定のクーポンがあります。現在オッドキャストジャパンのページではバレンタインセールということでめちゃくちゃお得なイベントを行っています。ちょこちょこイベントを開催してくれるの嬉しいですよね。今回紹介した CarTV Mate Max セール価格で2999円となっています。あとね、シガーソケットに挿す急速充電器もついています。はい、これだけではありません。この動画を見ていただいた方、この後の視聴者限定クーポンを使うとこのセール価格からさらに3000円引きになります。これかなり安くなりますからね。クーポンの使用方法を一緒に見ていきましょう。まず概要欄にこの製品ページのリンクを貼っておきますので、このページに飛んでください。でね、下の方に無料特典があるんですが、無料特典急速充電器と無料特典急速充電器プラス HDMI to USB-C のケーブル、これね、現在はどちら選んでも値段変わらないんですよ。だったら HDMI ケーブル付きのものを選びましょう。はい、数量を確認してカートに追加します。カートの画面に行ったら右側でもう一度数量を確認して、その下延長保証をつけたい方はつけてください。いらない方はスルーで OK です。はい、そのまま下に行ってチェックアウトを押します。はい、画面左側にショップペイ、ペイパル、Google Pay、これらの簡単決済も使えますし、下の方に行くとクレジットカードも使えます。クレジットカードはビザ、マスターカード、JCB も対応しています。そしたら次です。 PC 画面だと右の方に行くと、ここにクーポンコードを入れる欄があります。スマホだと下の方にスクロールすればあると思います。はい、ここに ST3000 と入力してください。 ST3000 です。こちらがスタジオ七草3000円引きのクーポンです。はい、クーポンコードを入力できたら適用を押します。これでなんとセール価格よりさらに3000円引きになります。CarTV Mate Max がこの価格、めちゃくちゃ安いですからね。お得に購入したい方はぜひ概要欄から進んでみてください。他の製品も安くなっているのでさらっと見ていきます。一世代前の CarTV Mate Pro、こちらも安くなってます。はい、 AI ボックスの P3 も 25% オフになっています。これはチャンスだね。P3 ライトも 15% オフとなっています。他にも色々と安くなっていますので、気になる製品を見てみてください。このバレンタインデーセールは2月16日までなんですが、セール期間が終わっても ST3000 のクーポンは使えますので、セールがない時でもいつでもお使いください。ということで今回はオッドキャスト CarTV Mate Max をレビューしてきましたが、いかがでしたでしょうか。周りの人含めて iPhone ユーザーしかいなかったら CarTV Mate Pro で十分で、 Android スマホユーザーもしくは周りに Android スマホユーザーがいる方には Max という感じですかね。あとは Max は起動時の画面を設定できるので、その分 Max の方が便利になっていることは間違いないです。この製品が気になった方は概要欄にリンクを貼っておきますので、ぜひチェックしてみてください。このチャンネルではアウトランダー PHEV のオーナーが車で使える便利なアイテムなどをアウトランダーで試しています。よろしければこの動画の評価とチャンネル登録よろしくお願いします。明日スノーボード行くのでそろそろ寝ます。それじゃあ今日はこの辺で。See you again!